今日はスイートポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はスイートポテトを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、まん丸で一口サイズの可愛いスイートポテトを作っていきたいと思います。作り方もですね、電子レンジとトースターたったこの2つで簡単に作ることができます。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、生クリーム、お砂糖、無塩バター、バニラエッセンス、卵黄、黒ごま。今回はこちらの材料で作っていきます。まずね、さつまいもなんですが、今皮付きの状態で約 300g です。こちらは目安にしてください。だいたいね、300g 前後用意するようにしてください。そして今回生クリームを使用していきます。生クリームを使うととてもリッチなスイートポテトに仕上がります。もし生クリームがない場合は、牛乳または豆乳などで代用していただいても OK です。牛乳または豆乳を使っていただくととてもあっさりとした仕上がりになります。そして甘さはお砂糖を使います。こちらはですね、さつまいもの種類によって適正な量が変わると思いますので、お好みで調整してください。あとはお好みの甘味料を使っていただいても大丈夫です。そしてバターですね。バターは無塩バターを使用してください。そして香り付けにバニラエッセンスを使っていきます。こちらもしない場合は入れなくても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずさつまいもの皮を剥いていきます。手を怪我しないように注意してください。はい、このように剥いてください。ちょっとね、こういう気になる点々があった時はこちらはね、くり抜きましょう。気になる場合だけやってください。そしたらこちら両端を切り落とします。切り落としたらだいたい1センチ幅で切っていきましょう。この時さつまいもが結構硬いので手を傷めないように注意してください。このように切りましょう。切ったさつまいもはボウルに入れます。そしてこのように水に5分ほどつけておいてください。そうすることで変色を防ぐことができるのと、あとはアク抜きすることができます。ただね、5分以上水につけておくとさつまいもの風味も流れ出てしまいますので、5分以上は水につけないようにしてください。それではね、残りのもう1本も同じように皮を剥いて切っていきます。そしてもう1本も同じように水に浸してください。ではこのまま5分置きます。はい、5分経ちました。そしたら一度水を切ってください。はい、 OK です。それではここにふんわりラップをかけます。ラップをかけたら空気の出入り口をこのように1箇所作っておいてください。ではこちらを電子レンジ 600W で5分から7分ほどさつまいもが柔らかくなるまで加熱していきます。はい、今ね、6分ちょっと加熱しました。すごくね、熱いのでやけどだけには注意してください。そしたらラップを外します。一度ね、竹串を刺していただいて、スーッと竹串が通れば OK です。そしたらこちらをですね、マッシャーで潰していきます。この時もね、器が熱いのでやけどには注意してください。潰す前にですね、こちらちょっと器を傾けて、水分が出てる時はその水分は拭き取ってください。この時すごく熱いのでやけどに注意してください。はい、OK です。そうしましたらこちらをマッシャーで潰していきます。もしね、ちょっと硬いなと思ったら追加で1分ほど加熱してみてください。このようにざっくり潰したら、まだね、さつまいもが熱々のうちにバターを加えます。そしてお砂糖も加えます。砂糖はね、まず半分ぐらい加えていただいて、その後ね、調整していただくといいかなと思います。ではこちらを混ぜていきます。しっかりね、さつまいもを潰しながら混ぜていきます。この段階で一度味見をしてください。そして甘さが足りない時は残りのね、お砂糖を加えます。こちらはね、お好みで調整してください。今回はね、大さじ2杯使います。で、また混ぜます。はい、 OK です。そしたらね、ここにバニラエッセンスです。そして混ぜます。今ね、ちょっとまだポロポロっとした状態です。ここに生クリームを加えます。生クリームもね、さつまいもの水分量によって適正量が変わる場合があるので、一度半分加えて、その後は調整して入れてください。じゃあまずね、半分入れます。これで混ぜます。
目安としてはね、このポソポソっとしたのが滑らかな感じになるまでですね、そのぐらい生クリームは入れてみてください。じゃあね、まだちょっとポロポロっとしてるので、残りの生クリーム全部入れます。今回生クリームも大さじ2杯です。これで混ぜます。はい、OK です。目安としては指で触っても指につかないぐらいで、かつですね、しっとりとした感じになれば OK です。もしね、大さじ2杯の生クリームでもまだボソボソしてる時は、追加で少しずつ生クリームを加えて調整してみてください。今ちょっとまだ熱いので、一旦ね、ピタッと表面にラップを貼り付けて、そして大体ね、触れるぐらいになるまで粗熱を取ってください。はい、手で触れるぐらいになるまで粗熱を取りました。そしたらラップを外します。あとはですね、一口サイズに丸めていきます。大きさはね、お好みにしてみてください。で、このぐらい手に取ったらコロコロ丸めます。はい、OK です。このように丸めてください。でね、先ほど言い忘れたんですけれども、今回ね、こしたりとかせずに作ってます。より滑らかにしたい場合は、さつまいもをこして作ってみてください。丸め終わったものはですね、トースターにアルミホイルを敷いて、普通のアルミホイルの場合は、ここにサラダ油を塗って、そして置いていきます。もし、こういったね、くっつきにくいホイルなどがある場合は、もうね、このまま置いてしまって大丈夫です。ではね、残りも同じように作っていきます。はい、全部丸め終わりました。今回は全部で17個できました。こちらは大きさによっても変わるので目安にしてください。ではね、こちら卵黄でツヤ出ししていきます。まずね、この卵黄を溶きほぐしてください。そうしましたらこういったハケを使って塗っていきます。はい、塗り終わりました。結構ね、しっかりめに塗っていただくと綺麗なツヤも出やすくなります。そしたらね、この上に黒ごまをのせていきます。はい、OK です。あとはこちらをトースターでこんがり焼き色がつくまで焼いてください。今回私はですね、1200W で焼いていきたいと思います。温度で言うと約260度です。それでは焼いていきます。はい、こんがり焼き色がついて美味しそうに仕上がりました。このぐらいね、いい感じに焼き色がつくまで焼いてください。今回私のトースターでだいたい5分から7分ほど焼きました。こちらは目安にしてみてください。はい、これでスイートポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにいい焼き色もついて美味しそうに仕上がってます。はい、中身はこのようにとてもしっとりな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。美味しい。甘さもちょうど良くてとてもしっとりとした仕上がりになってます。生クリームを使ってるのですごく濃厚です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のスイートポテトのポイントです。まずさつまいもなんですが、皮付きの状態で約 300g 使うようにしてください。こちらね、10g から 20g ぐらいは前後しても大丈夫です。そしてさつまいもはですね、皮を剥いて 1cm 幅に切って、その後水にさらしてください。このさらす時間なんですけれども、長時間さらしてしまうとさつまいもの風味がなくなってしまいますので、さらす時間は5分ぐらいにしていただくといいかなと思います。そして加熱して潰すんですけれども、この加熱時間は電子レンジの種類によっても変わる場合がありますので、竹串がスッと通るまで加熱してみてください。そしてその後マッシャーで潰してお砂糖を加えるんですけれども、このお砂糖の量に関しましてはさつまいもの甘さによって適正な量が変わると思いますので、最初半分ぐらい入れて、その後はお好みで調整していただくといいかなと思います。今回私は大さじ2杯入れました。そしてその後ですね、生クリームを加えるんですが、この生クリームに関しましてもさつまいもの水分量によって適正な量が変わる場合がありますので、こちらもですね、まず半分入れて、その後は様子を見ながら入れる量は調整してみてください。生地の硬さの目安としては、指で触っても生地がくっつかないぐらいですね。そしてかつしっとりとした仕上がりになってれば OK です。あとはコロコロ丸めて焼くだけなんですけれども、この大きさに関しましてはお好みの大きさにしてみてください。今回私はですね、全部で17個できました。こちらは目安にしていただけたらと思います。そして焼くときはですね、たっぷ
ぷりめに卵液を塗っていただくことで綺麗にツヤが出やすくなります。あとはトースターで焼き色がつくまで様子を見ながら焼いてください。場所によってはね焦げてしまう時もありますので、真っ黒焦げにならないようにだけ注意してください。そして今回ね生クリームを使ってるんですけれども、こちらは牛乳または豆乳などで代用していただいても OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はスイートポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。